いやー、この前の解説、面白かったわねー。日本語と琉球の言葉が、まさか姉妹だったなんて。ああ、元は一つの日流祖語っていうご先祖様だった。って話だったな。九州の方言が、実は東京より琉球の言葉に近いかも。っていうのも衝撃だったわ。だがな弥生さん、この家族の謎はそれだけじゃないんだ。実は、他にも大きな言葉のグループがあったと考えられてる。まだいるの？西の日本語と南の琉球語で、全部じゃなかったの？かつてこの国には、東の言葉を話す人々がいた。東の言葉、初めて聞いたわ。よし来た。じゃあ今日は、日流語族のもう一つの系統群、アズマ語の正体と、日本の言葉の本当の家族図をめぐる大論争について、ゆっくり解説していくぜ。今から約1300年前、奈良時代に編まれた日本最古の和歌集、万葉集。あ、古文で習ったわ。何巻にも分かれてる。あの歌集ね。この万葉集には、当時の都、奈良で話されていた言葉とは、明らかに違う言葉で読まれた歌が記録されているんだ。それが、東歌、や、先森歌、だ。東国の、今の関東や東海地方の人たちが読んだ歌ね。その通り。そしてその歌には、都の言葉とは異なる文法や、語彙が体系的に見られる。どんな風に違うの？例えば、都の言葉では動詞の否定形は、ず、だったが、東国の言葉では、なう、という形が使われたりしたんだ。全然違うわね。外国語みたい。こうした体系的な違いから、これが中央語とは別の系統の、東語、だったと考えられているんだぜ。じゃあ、8世紀の日本には複数の言葉の系統が、あったってことなのね。そういうことだ。ただし、注意が必要なのは、万葉集の歌は、都の役人が編集しているから、記録する際に色々手が加わっている可能性があるんだ。なるほど、鉛を修正されたり、都の人にわかるように書き換えられたりしたのかもね。それでも、中央語とは違う体系的な言語があったことは、間違いない。でも、その東語って今はもう聞けないんでしょ？東北や関東の人たちも、みんな日本語、だもの。ああ、本土ではほとんどが消えてしまったと考えられてきた。だが、研究者たちはこう考えた。もしかしたら、どこかに、生き残りがいるんじゃないか、とな。まさか、あの島、そのまさかだ。東京の南、絶海に浮かぶ八丈島。この島で話されてきた言葉が東語の末裔、ではないかと、長年、注目されてきたんだ。八丈島の言葉が、どうしてそんなことが？八丈語には、本土の日本語では遠の昔に失われた、非常に古い文法の特徴がたくさん残っているんだ。古い特徴。例えば、名詞を修飾する時の動詞の形、連体形、というんだが、その形がとても古いんだ。今の標準語だと、動詞の形はほとんど変わらないわよね。そうだ。でも八丈語では、この古い形が残っている。例えば万葉集の東歌にある雨の降る日、という表現。これが八丈語だと雨の降る日、みたいになるんだぜ。降る、の連体形が風呂、になる要例。降る、じゃなくて風呂、になるのね。ああ。ただ、今の八丈語では文を終える終止形はほとんど使われなくなってて、この名詞につながる連体形が、ほぼ全ての場面で使われるんだ。この特徴が、万葉集の東語とそっくりなんだ。万葉集の言葉が生きてるみたい。そのため、八丈語は長年、東語の唯一の生き残り、言語の生きた化石、だと考えられてきたんだぜ。すごいわね。一つの島に、1300年前の、言葉が保存されてるなんて。ああ。この八丈語の発見は日本の言葉の歴史を考える上で、とてつもなく大きな意味を持っていた。だがな、弥生さん。またその間は何よ。近年の研究で、この八丈語イコール東語の生き残り、という常識に疑問が投げかけられているんだ。化石じゃなかったの？そしてその疑問が、日本語全体の成り立ちをめぐる、大論争へと発展していくんだぜ。大論争って、一体どういうこと？論点はこうだ。本土の言葉は、本当に、すべて中央語の子孫なのか？これには大きく分けて二つの考え方がある。わかりやすくするために、この動画では入れ替え説、と、生き残り説、と呼ぶことにするぜ。まず、入れ替え説。これは、都の中央語が強力で、地方の言葉は根こそぎ中央語に置き換わった、という考え方だ。つまり、今の東北弁や九州弁はもともとそこにあった言葉じゃなく、中央語が変化したもの、ってことね。そうだ。この説だと、遠く離れた琉球と八丈島にだけ、古い言葉が奇跡的に残った、ということになる。
もう一つが生き残り説、だ。地方の言葉は消えなかった。中央語の影響は受けたけど、土台はそのまま生き残って、今の方言になった、と考える。それだと家族の形が全然違ってくるじゃない。ああ。この説だと、九州の言葉は琉球語の兄弟だし、東北の言葉は八丈語の親戚、ということになるかもしれない。うわぁ、めちゃくちゃ面白い。まさに大論争ね。そうだろ？この二つの説、どちらにも、強力な論拠と証拠がある。まずは、入れ替え説、の、最近の動きを見てみよう。入れ替え説、を拡張する新しい見方として、八丈語を分析した最近の研究がある。例えば、フランスの言語学者、エティエンヌ・ボーデルは、八丈語を詳しく調べてみると、確かに東語由来の古い特徴はあるんだが、実は語彙の大部分は、中央語、西の言葉、と共通の、新しい変化を示しているそうだ。じゃあ純粋な東語じゃないってこと？そういうことになる。このことからボーデルは、八丈語の正体は、東語を土台、基礎にして、その上に中央語が乗っかった言葉、ではないかと考えたんだ。基礎って、前回の解説で聞いたことがあるわ。よく覚えてるな。新しい言葉に置き換わっても、もともと話していた言葉の訛り、や癖、が残ることだ。じゃあ八丈語に残ってた古い特徴は、東語の、置き土産、だったのね。この説によれば、そうなる。そして、八丈島ですら、言葉が入れ替わったのなら、都に近い本土の東日本で、入れ替えが起きなかったと考える方が不自然だろう。確かに、この考え方は、九州にも当てはまる。九州の言葉と琉球語に共通の特徴が見られても、それは南の言葉の、基礎の影響だと説明できるんだ。ただ、一般的には今も八丈語は東語の生き残りだと考えられて、いるから、このボーデルの説は従来の説への新しい挑戦と、言えるだろうな。なるほど。一方で、生き残り説の立場からは、また違う、反論や証拠が示されているんだ。生き残り説の論点の一つが基礎語彙だ。生活に根ざした基本的な言葉は借用されることもあるが、水、とか海、とか歩く、とか寝る、とかね。そうだ。もし本当に言葉がそう入れ替え、されたのなら、これら基礎語彙のほとんどが中央語になっているはずだ。しかし、九州の言葉の基礎語彙は、そうなっていない。と、生き残り説の論者たちは主張する。九州の言葉の基礎語彙には中央語とは違う、琉球語と、共通する古い形がしっかり残っているんだ。基礎的な言葉に残ってるの。例えば、海は古い形では海ではなく海。九州の一部と琉球では古い海の形が残っている。訛りとかじゃなくて、言葉の形そのものが。そうだ。基礎語彙が完全に入れ替わっていないのに、言語が入れ替わったと主張するのはおかしい、というのが、生き残り説の反論なんだ。なるほど、土台はそのままということね。この立場では、九州の言葉は中央語になったのではなく、元々の南の言葉の系統が生き残ったと考えるんだ。説得力があるわね。さらに、もう一つ面白い発見があるんだ。弥生さん、的用しか人形は知ってるな？人形の中からまた人形が出てくる、入れ子構造の。近年の研究で、日本の言葉の分布が、この的用しか、みたいになっている場所がある。これが、的用しか分布、だ。どういうこと？例えば、東日本を見てみよう。ある言葉の特徴が、愛知、岐阜、あたりを西端として東日本全体に広がっている。これが一番外側。その内側に、糸魚川から浜名湖を結ぶ線の東側だけで共有される、少し新しい特徴がある。これが2番目。さらにその内側に、関東や東北だけで共有される特徴がある。本当だ、地図が入れ子になってる。この綺麗な入れ子構造は、多くの研究者が系統関係を示す、重要な手がかりだと考えているんだ。もし都の言葉が西から一気に広まっただけなら、こんな的用しか上の分布にはなりにくい。むしろこの分布は、もともと東にいた人々が、さらに東へ移動しながら、言葉を変化させていった足跡に見える。なるほど、一番外側が一番古いグループで、内側に、行くほど新しいグループなのね。ここで最新の研究が出てくる。入れ替え説の立場からは、こう反論されるだろう。それは、入れ替えられる前の、古い言葉の分布の名残だ、と。そこで、この考えをさらに一歩進めたんだ。その通り。この的用しかは入れ替えられた基礎言語の、足跡そのものだ、と。どういうこと？たとえ言葉が入れ替わったとしても、この綺麗な分布は、古代の東語を話す人々が東へ移動していった歴史を、示している、と考えるんだ。つまり、入れ替え説も生き残り説も、この、
的量子化分布を説明しようとしているのね。そうだ。これから、この分布が何を意味するのか、という点を、めぐって論争が活発になるはずだ。うわぁ、ますますミステリーみたいだわ。というわけで、今回の解説はここまでだ。まとめると、1、日竜五族にはかつて、アズマゴ、という大きな系統群が、あったと考えられている。2、その末裔候補とされた八条五だが、近年の研究では、純粋な生き残りではない可能性が指摘されている。3、本土の言葉の成り立ちにはこの動画でいう入れ替え説、と、生き残り説、が対立している。4、言葉の地理的分布、的量子化分布、の解釈が、今後の焦点になるかもしれない。いやー、奥が深かったわ。一つの定説も、新しい発見で、どんどん変わっていくのね。そうだ。だから面白いんだぜ。まさに今、この瞬間にも、世界中の研究者たちが、この謎に挑んでいる。私たちが話している言葉のルーツが、まだ完全には、解き明かされていないなんて。ああ。言葉は、人々の移動や文化の交流の歴史が刻まれた、まさに生きた歴史書なんだ。これからも新しい発見によって、この家族図が書き換えられるかもしれないと思うと、ワクワクが止まらないぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。